秋の北海道、エゾリスが松笠を剥いています。剥いた松笠を運んで松の実を埋める姿も。エゾリスは松笠の中に詰まっている松の実が大好物。剥き終わるとはいポーズ。秋は松笠を剥いて運んで松の実を食べて埋めて大忙し。エゾリスといえばクルミ好きで知られています。しかし匂いを嗅いで実の入りが悪い時は取らずに帰っていきます。中身が空っぽのクルミはいらないってことですね。エゾリスの大好物はクルミだけではないのです。松の実も大好物。この松の実は朝鮮五葉という種類の松の木になる松笠の中に入っています。秋になると食べ頃を迎え、エゾリスの大切な食料となります。松の木の一番上を見てみると、ほらこんなに。今回のテーマはこの松笠。松笠。エゾリスは匂いや落ちる音で見つけます。松笠に近寄ると手を舐めています。松ヤニといって松の脂がつくので手を舐めてコーティングしているのです。実りの秋、9月にはおんこの実を食べる姿がよく見られます。でもこれだけではお腹は満たされません。本命はこれ。松笠の取り合いになっていますね。こっちは平和。松の実はくるみの実と同じぐらい大好物です。大きいサイズの中には100個を超える松の実が入っています。松笠を剥き、松の実の殻を破り器用に食べます。殻を捨てる姿はちょっと行儀が悪いですね。松の木の上にはその場で松の実を食べるエゾリスも。あだ名は植松くん。器用だけど丸見えだから天敵に狙われちゃうよ。10月下旬の朝、空気は冷え込み、朝焼けがとても綺麗です。この時期の北海道は渡り鳥たちが集まり、羽を休め栄養を蓄えます。朝になると一斉に飛び立ち、その日の目的地へと向かいます。そのまま北海道で冬を越すものや、さらに南へ飛んでゆくもの、様々です。平地ではイチョウがきれいに色づきます。エゾリスは元気かな？あ、いました。剥いた松笠を持ってジャンプ。おっと危ない。木の上を楽しそうに運んでいますね。こっちは尻尾でバランスを取りながら大ジャンプ。綺麗な着地です。植松くんはいたいた。やっぱり松の上にいましたね。相変わらず食べてばかり。上では天敵に狙われやすいため、松笠を落としに行くエゾリスもいます。ほら上がってきましたね。松笠を揺さぶると、あ、落ちていきましたね。下ではエゾリスは音や匂いに敏感です。ほら、だんだんと松笠に近づいてきましたね。
たまに違うエゾリスに取られちゃうこともあります。早く見つけなきゃ。そうそう、こっちこっち。あ、そっちは違うよ、エゾリスくん。はーい、なになに、こっちだって。お、本当だ、匂いが強くなってきたぞ。無事見つけられたみたいですね。よいしょ。エゾリスは力持ち。できるだけ安全な場所で松笠を剥くために、自分と同じぐらい大きい松笠を運ぶエゾリスもいます。松笠を剥く姿をスローで見てみると、舌を使って器用ですね。みんな松の実を食べて幸せそうです。食欲の秋ですね。こっちのエゾリスは松の実をくわえて埋める場所を探しています。これは冬を乗り切るための大切な行動です。貯食と言います。冬や春先の餌が少ない時期、掘り返して食べられるようにいろんな場所に食料を埋めておくのです。クルミも同じように埋めます。エゾリスが松笠を運んで松の実を埋める理由が分かりましたね。重たい松笠を持って走ります。そりゃあ、広い範囲に埋めておかないとね。埋めるときは太鼓を叩くように。カラマツが紅葉し、氷点下まで冷え込む11月。植松くん、食べてばかりいないで、ちゃんと冬に備えるんだよ。こっちのエゾリスは真面目に貯食をしています。11月下旬には葉が落ち、冬が近づいてきます。食料が簡単に見つけられなくなると、埋めたクルミや松の実を掘り返し食べます。見つけた。こっちでも。木の上に登って器用に食べるエゾリスも。あれ、見つからないな。ないよ。埋めたのどこだっけな。ちょっと心配な子もいますね。冬は本当に大丈夫なのかな。雪が降っても匂いを頼りに見つけます。大丈夫、これなら安心ですね。貯食をしておいたおかげで、今年も無事に冬を越せそうですね。エゾリスくん。